超スーパーニッチ動画。いつもニッチ動画かと思うけど、いつもターゲット層はニッチだけど、基本普遍的な技術や理論について取り扱うことが多いです。でも今回は本当にニッチというか、ほとんど自分の作業記録みたいなもんです。1万人に1人くらいには役に立つかもしれません。さて、アーシの街の利用の自転車にはカンパニョーロのコンポを使っています。基本的にメンテ性も耐久性も優れていて困ることはありません。でも弱点もあって、例えばブレーキシューの交換作業はちょっとやりにくいです。カンパニョーロのブレーキの構造は年式やグレードによる違いはあるけど、このモデルはホルダーにカートリッジ式のパッドが押し込まれているだけです。特に固定金具みたいのはないのね。しっかり圧入されているので、勝手に外れる心配はないです。でも外すのはちょっと難しいというか、力がいります。ホルダーごと取り外して何かに固定すればやりやすいけど、ちょっと面倒です。街の利用なら関係ないと思うけど、アルミ用とカーボン用を入れ替えるような自転車だとやってられないわね。カンパニョーロ自身もこれを認識してるのか、割と他社規格に寛容なところもあるので、年式新しめの一部のグレードではシマノと共通形状だったりします。シマノ式は固定ボルトがあり、これを緩めれば簡単にパッドの交換ができます。これはシマノの105用の部品です。圧入はされていないので簡単ですね。うちにはカンパニョーロのリムブレーキで組まれた自転車がもう1台あるけど、そっちはシマノ式のパッドを使うタイプです。なので、予備部品の共有化も兼ねて街の利用もシマノ式にできたら便利ですね。ちなみにこのシマノと共通タイプが登場する少し前に、カンパニョーロタイプにも固定金具が追加されて多少外しやすくなったとか、大して変わらんとか聞きますが、触ったことないのでよく知りません。で、今回の動画だけど、少し前にシマノタイプのパッドを使うカンパニョーロのブレーキが中古で安く入手できたので、これのホルダーごと街の利用のロードバイクに移植しようって話です。これがお安く入手できたブレーキ一式です。多分2015年頃のベローチェのブレーキかと思います。状態は良さそう。というか多分新車外しです。せっかくならブレーキ丸ごと交換すればいいじゃない。完全な互換性があればそれでもいいけど、レバー比が少し変わっているっぽいのでやめときます。元の部品にも愛着あるしね。さて、こう見るとわざわざカンパニョーロの部品を調達しなくても、シマノのホルダーがそのまま使えるんじゃないのと思う人もいるかもしれません。実際、シマノのホルダーをカンパニョーロのブレーキ本体に取り付けることは可能です。ボルトナットの関係やスペーサーの形状が違うけど、丸ごと移植すれば違和感なく取り付けできます。角度調整なんかもパッと見普通に機能しそうです。でも逆にカンパニョーロのホルダーをシマノのブレーキ本体につけることはできません。つまりシマノのホルダーの取り付け軸はカンパニョーロの取り付け軸より細いんです。と言っても 0.5mm くらいの差ですけどね。この 0.5mm が何か問題になるかというと、多分何も問題にならないです。でも強度が落ちる方向と思いますし、ブレーキはめちゃ大事な部品だから、念のためこの方法は使わないことにします。とはいえ、同じメーカーとはいえ、別モデル用の部品をつけるのも公式には NG だろうから、50歩100歩なんだけど、個人的に超えないことにしているラインがそこら辺って話なだけです。というわけで、交換完了しました。なんか昔は律儀にトーインとかつけてた気がするけど、いつの頃からか全くやらなくなりました。適当にブレーキ閉じてねじ締めて終わりです。なんでやらなくなったの？さあ、でも最近ブレーキなきに困った記憶が全然ないです。いろいろこっそり改良されているんでしょうか？実際にこの作業をしたのは少し前だから、もう1ヶ月くらい使ってるけど、特に問題はなしです。これで作業性も良くなるし、維持費も減って助かりますね。
安くなると言っても差額で改造費を回収できるかは微妙だけどね。というわけで、短いけど今回はこれでおしまいです。この動画を気に入ってくれた人は、高評価とチャンネル登録をしてもらえると嬉しいです。他に見たい動画があったらコメントでリクエストをしてね。それじゃ、バイバイ。バイバイ。